半解凍での食べ方、全解凍しっかり解凍して潰して食べる食べ方、アボカドを丸ごと冷凍しちゃうという方法なんですね。アイスクリームに似た味わいになるんですね。冷凍 OK！ はい、やってきました。この冷凍チャンネル。このチャンネルはですね、おすすめの冷凍食品を紹介したり、家庭できる簡単便利で美味しい冷凍レシピなんかをご紹介しております。今日は何をやるかと言いますと、アボカドの冷凍方法、丸ごと冷凍レシピ活用術をやりたいと思います。はい。ということですね。アボカド、クリーミーな味わいがあって、本当に僕も好きなんですけども、困るところっていうのが、なかなか保存が効かないっていうところなんですね。で、アボカドの場合、新鮮であればいいってこともなくてですね、新鮮すぎるとですね、熟成が甘くて、青臭い、硬い、美味しくない状態になりますよね。で、だからといって、いい感じに熟した後もですね、日持ちがなかなかしないんですね。結構保存が難しい食材かなと思います。やっぱ冷凍っていうところはですね、結構このニーズがあるんじゃないかと思っています。で、今回僕が紹介するのはですね、アボカドを切らずに丸ごと冷凍しちゃうという方法なんですね。コツがあるので今日はお教えして、でさらにおすすめのレシピなんかもご紹介したいと思います。はい。ということですね、アボカドの冷凍方法を伝えていきたいと思うんですけども、アボカドの冷凍で一番重要なこと、これ何かっていうと、しっかり熟して美味しいアボカドを冷凍するっていうことなんですね。でよくですね、ちょっと勘違いされてる方もいて、青いアボカドを冷凍したらですね、なんか柔らかくなって美味しくなるんじゃないかと思ってる方もいるんですが、これ全くならないですね。青臭いアボカドをそのまま冷凍すると、その青臭いアボカドがキープされてしまうので、全然もう美味しくないまま残念ながら保存をされてしまいます。ですので、しっかり熟して、もうそのまま食べたら美味しいっていうアボカドを冷凍する。これが一番重要ですね。アボカドはですね、もともと緑色なんですけども、しっかり黒く、皮がですね、なったもの。これがですね、やっぱ美味しいアボカドなんで、これを選ぶっていうことがやっぱ大事ですね。やっぱりアボカドって温度とか湿度とか最適な環境で長く放置することですね、本当に美味しく熟成がするので、最近はもうそういう風にいい感じに熟してから出荷して店頭で並べてあるというものもあるんですね。ですので、できればそういったものを選んでいただくのが理想ですね。そういったものが店頭になかった時には、少しご自宅で常温で置いて熟成をさせてから冷凍するっていうのがおすすめですね。で、冷凍していくんですけども、もう今回はですね、丸ごと冷凍ということで、全く皮を剥かず、切ったりもせず、冷凍したいと思います。結局、アボカドって切ってしまうと、そこから酸化が進んでしまうので、冷凍するときには実は切らない方が私はおすすめかなと思いますね。皮を残すことで、この皮のおかげで冷凍中の乾燥酸化をですね、この皮が中を守ってくれる役割があるんですね。このまま冷凍してもいいんですが、ラップを1回かけてあげる方がよりいいですね。ラップをピタッと貼り付けてですね、より強固に中を守るという感じですね。で、この後ですね、さらに冷凍用の保存袋ですね、さらに中に入れて、より大事に冷凍保存するというような感じですね。で、いつもここからはですね、中の空気しっかり抜くんですが、アボカドこういう風に丸っこくなってて空気抜けないので、気持ち抜いていただく程度で大丈夫ですね。で、この状態で冷凍をします。ということですね、こちらアボカドを冷凍したいと思います。冷凍するときはですね、もうただ冷凍庫に入れるだけで OK ですね。アボカドこうやって丸ごと冷凍するので、中まで凍らせるのにかなり時間がかかるので、丸1日しっかりと凍らせていただくのがいいですね。しっかり凍ったアボカドがこんな味ですね。ガチガチに凍ってますね。黒い塊がこんな硬いと本当に石みたいですよね。ラップ外すと、こういった形ですね。で、これを活用の仕方が実は2パターンあります。で、1つは半解凍にして使う使い方。で、もう1つは全解凍、しっかり解凍してから使うというレシピですね。この2つの方法があるので、それぞれやり方についてお教えしたいなと思います。で、まずはですね、半解凍で食べる食べ方ですね。半解凍はどうやってやるかと言いますと、このまま常温に置いて、数十分ですね、置いて半解凍になればいいという感じですね。ただ急ぐ場合はですね、電子レンジで600ワット30秒ぐらいまずかけて、でそれでまだ足りなければ、数十秒足していくというような感じですね。で今回はですね、ちょっと急ぎで、やるということで、電子レンジでちょっと半解凍にしたいと思います。ではですね、電子レンジを使ってアボカド半解凍したいと思います。ラップしたままですね、中に入れます。
600ワットまず30秒ですね。でちょっと表面触ってもらって、半解凍なので、包丁がスッと入るぐらいでいいんですね。しっかり解凍する必要はないよということですね。でちょっとですね、下の方は溶けてますけど、ちょっと上の方がまだなんで、ちょっとひっくり返して、でもう20秒加熱します。これ結構電子レンジによって変わるので、皆さんうまく調整してもらえればと思いますね。これでちょっと柔らかくなってるのがいいかなと思います。今結局合計50秒ですけど、じゃあ50秒連続でやり続けるとこれはかなりやりすぎになってしまうので、基本的に30秒ではちょうどいいかなっていう部分なんですが、足りないなと思ったら少し足すっていうような感じですね。でちょっと触ってみるとまだ冷たい感じなんですが、ちょっと押すとちょっとへこむぐらいですね。これが半解凍っていう感じですね。で今回まずですね、半解凍にして楽しむレシピをご紹介したいと思います。切るときはですね、手は切らないように気をつけながらやってもらえればと思いますね。でこの真ん中に、切れ目を入れます。でここで包丁がスッと入ればよくてですね、でもやっぱまだ硬いなって時は無理せず電子レンジでとかもう少し時間を置いてから切っていただくといいですね。これでなかなか硬くて切れないって言っていくとガクッといっちゃう恐れもあるので、そこは本当に注意いただければと思いますね。で種の周りをぐるっと一周します。でこれでパカッと開けますとこんな感じですね。色が綺麗ですねいい感じに熟してます。で種の方はですね、普通のアボカドと同じようにペロッと外してもらえればいいですね。で皮もこうやってつるっと剥けますので、一回皮をペロッと取り出しちゃいます。で取り出したらですね、アボカドを楽しむように普通に切りますね。やっぱ普通のアボカドと違って少しシャリッとした感じがあるんですが、スーッと切れちゃいますね。でこれをお皿に盛り付けます。でここでオリーブオイルをこのまま上からかけて楽しみます。であとは、少しお好みで、塩をちょっとだけかけて、でこれで完成ですね。アボカドしっかり解凍するとかなりデロデロに崩れてしまうんですね。ですので、アボカド生の状態と似たような使い方をするって時には、半解凍ぐらいの方が形が残っているのでおすすめですね。でもう一つこの半解凍のアボカドのおすすめの食べ方がありまして、この種を取ったところ、くぼみがありますけども、ここにですね蜂蜜をかけちゃいます。このアボカドにこの甘い蜂蜜をかけるのがちょっと意外に思われる方もいるんですが、実はこれが結構美味しいんですよ。アボカドを半解凍でしかもちょっと甘くして食べるとですね、このアイスクリームに似た味わいになるんですね。アボカドって結構油分が多いんですね。アイスクリームを乳脂肪分が分散して凍ることでですね、結構滑らかな食感になるんですけども、このアボカドもですね、そのアボカド自身の油成分がですね、この凍ることでちょっとアイスに似たような食感に変わるということですね。で続いてはですね、もう全体をしっかり解凍した、全解凍した場合のアボカドの利用の仕方ですね。アボカドをですね冷凍して解凍するとですね、食感が崩れるんですね。はっきりとぐちゃぐちゃになっちゃいます。ただ逆に言うと繊維が崩れてですね、潰しやすくなる、ディップはしやすくなるんですね。で今これはですね、半分に割った状態で、しかも電子レンジでチンして全体をしっかりと解凍した状態ですね。でこうなってくるとですね、結構崩れやすいんですね。こういう感じで。ここでもうこの上でですね、味付けもしちゃいます。ちょっと塩を加えて、レモン汁ですね。ちょっとさっぱりとレモン汁入れます。でちょっとアクセントで黒胡椒、マヨネーズを少し加えます。皮の上でですね、もう混ぜちゃいますね。この中でこの中でもディップを作っちゃうということですね。滑らかにもう崩れてるんですね。すごくディップするならもうこういう風に冷凍しておいた方が本当に潰しやすいんで、本当におすすめですね。はい、ということですね、冷凍アボカドを使ったいろんな活用法、レシピをご紹介しました。じゃあちょっとね、一回食べてみたいと思います。じゃあまずはですね、半解凍のアボカドスライス、オリーブオイルをかけたものですね。これじゃあ食べたいと思います。いただきます。
うん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 。うん、美味しいですね。うん。もう結構ね、やっぱ半解凍なんでしっかり冷えてるんですね。ただ、その半解凍にすることでアボカドの風味とか滑らかさも出てきてますし、さらには冷たさも味わえるということですね。元のアボカドが美味しいってことが重要なので、これがやっぱ元のアボカドが青臭いともう全然美味しくないので、ここが本当に一番重要なポイントですね。で、そのアボカドアイスですね。半解凍で、蜂蜜をかけて食べるという食べ方ですね。いただきます。うんうんうん。いや、食感がすごい滑らかですね。冷たくて、滑らかで本当にアイスクリームのような感じがするんですけども、やっぱアボカドそのものの風味もあるので、いいですね。で、あとはですね、全解凍してゆるゆるになった、アボカドをですね、それをディップにするという食べ方ですね。いただきます。美味しい。めちゃめちゃ滑らかです、もう食感が。これは冷凍することで組織が崩れて、本来ね、ネガティブなイメージと思われるんですが、アボカドの場合、ディップって食べ方がやっぱりあるので、やっぱそれにはむしろ最適になるんですね。で、味付けは皆さんお好みでやってもらえればいいんですけども、僕はこういったちょっとレモン汁効かして、食べるっていう食べ方、いいですね。トルティーヤにつけて食べたりですね、もういろんなトッピングしてもいいですね。はい、ということですね、アボカドの冷凍保存方法、丸ごと冷凍、やり方を教えました。いかがでしたでしょうか？まずは本当に大事なのは、いい感じに熟した、ちゃんと美味しいアボカドを冷凍すること。これがすごく大事なことですね。若すぎても、早すぎてもいけないし、熟しすぎてもいけないと。ちょうどいいものをお店でも選んで買っていただくっていうのがすごく大事ですね。で、それをさらにカットをせずに、ラップで包んで、しかも皮ごと丸ごと冷凍しちゃうということですね。で、カットをしないので、酸化や乾燥も抑えることができるということですね。で、あとはですね、食べ方としては半解凍での食べ方、全解凍しっかり解凍して潰して食べる食べ方、いろいろアボカドの世界も広がるかなと思いますので、これはぜひね、皆さんと楽しんでもらえればと思いますね。で、私もですね、結構いろんなテレビでこういった冷凍テクニックとか紹介するんですけども、やっぱアボカドの冷凍方法をですね、結構ぜひやってほしいって言われることも多くてですね、結構人気の冷凍術なんですね。皆さんいろんな料理使われると思うんですけども、やっぱこうやって冷凍をうまく活用していただければいいんじゃないかと思います。ぜひお試しください。この冷凍チャンネルではですね、おすすめの冷凍食品を紹介したり、家庭でできる簡単便利で美味しい冷凍テクニックなどをご紹介しておきます。それではまた次回の動画でお会いしましょう。冷凍 OK。冷凍食品専門家、冷凍王子が人生をかけて作った一冊。冷凍食品の魅力をあらゆる面から追求した究極の本。今すぐ食べたい冷凍食品の本、レシピ付き、自由国民社から絶賛発売中です。